日はですね、鉄工1時間目ということで、初めてバーチャをする人や、基本を知りたい人、また再度基本を復習したい、初心に帰りたいという人に向けまして、バーチャでとても大切な3仕組みと2択について解説していきたいと思います。喋っているのは私ですが、実際に監修をしているのはホームステイアキラなので安心して聞いていってください。それではまず3仕組みから説明していきたいと思います。はい、画面に打撃、投げ、ガード、エスケープと3つの項目が出てきました。バーチャの大原則、大きなルールがですね、この3仕組みと言われているものです。簡単に、打撃は投げに勝つことができます。そしてガードやエスケープは打撃に勝つことができます。勝つというより防ぐことができます。そして投げはガードやエスケープに勝つことができます。この打撃、投げ、ガード、エスケープという防御行動の3仕組みをよく覚えておいてください。これはもうバーチャファイターの大原則になります。それでは、今度はフレームについて簡単に説明したいと思います。まずフレームっていうのは、単位だと思っていただいて結構です。1秒とか2秒とかに近い単位ですかね。速さとかを表しています。で、バーチャファイターでは1フレームが、60分の1秒です。例えばですね、タッチパンだと発生が12フレーム、技の出るスピードもこのフレームで表していきます。その他には技をガードした時、基本的にバーチャファイターでは例外もあるんですけれども、技をガードしたら不利になることが多いです。こういうのもフレームで表します。肘はガードするとマイナス5フレームのフリーフレームをもらいます。だいたい肘系の技っていうのは、ガードしたらマイナス5フレーム、もらうと思っていただいて結構です。で、肘はカウンターヒットすると逆に、有利フレームをもらうことができます。肘系の技は、画面にもありますが、プラス7フレームの有利フレームがもらえます。それでは実際に画面で見ていきたいと思います。自陣の肘ですね。今ガードされて高加算のところ前投って出てると思います。今カウンターヒットしてプラス7ですね。高加差っていうところが、今どういう状況かっていうのを見る、画面になるので、練習するときはそこ見てみてください。こんな感じでバーチャファイターはどの技にもこのフレームで有利だったり不利だったり、あと発生っていって技の出る速さがありますので、ゲームに慣れてきたら、今はちょっとざっくりとしか説明しないんですけれども、自分のキャラのフレームでもっと慣れてきたら、それ以外の自分が使わないキャラ、相手キャラのフレームを把握すると、すごくこのゲームのことを理解が深まるので、ぜひ慣れたら覚えていってください。この後2択について説明するために、簡単に、フレームについてもう少し説明していきたいと思います。先ほど肘カウンターの後、プラス7フレーム有利と説明しました。で、バーチャファイターで基本の最速技、は12フレームで出ます。ただし例外があります。キャラによって、もっと速い発生を持つ技もあるんですけど、今ちょっとそれも説明してしまうとごちゃごちゃしてしまうので、ざっくりと今12フレーム、基本の12フレームということで説明させていただきます。で、バーチャの基本最速技は12フレームで出ます。で、肘カウンターの後ってプラス7フレーム有利なんですね。なので相手よりプラス7早く動けると思っていただいて結構です。もしくは相手にその7フレームが乗っかるようなイメージで考えてもらって大丈夫です。そうすると 12+7 で19フレームで、19フレームの技までならば相手が暴れたい手としても暴れるっていうのは、打撃で反撃してくることなんですけれども、だとしても勝てるんですね。はい、基本的に19フレームまでの技ならば相手は打撃で割ることができません。18フレームの打撃技を出した場合、
今画面にバーが出てると思うんですけど、これ速さみたいなイメージで見てください。18フレームの打撃を出します。12フレームの打撃を出します。これ普通の状態だったら当たり前ですが、12フレームの打撃の方が早く出るので、この黒い棒が当たった時の時間だと思ってください。当たり前ですが、18フレームより12フレームの打撃の方が早く出るので、相手の打撃の方が早く当たってしまいます。で、今度肘カウンターの後ですね、18フレームの技を出した場合、肘カウンターでプラス7なので、プラス7速くなってるみたいなイメージで考えてください。なので実質11フレームで出てます。そうすると相手が12フレームの打撃で暴れていても、このように相手の打撃よりも早く出るので、相手の打撃に勝つことができます。じゃあ今度肘カウンターの後30フレームの打撃技を出した場合ですね、肘カウンターでボーナスもらってます。7フレーム早く出てるので実質23フレームで出るんですけど、当たり前ですが12フレームよりも遅いので、こんな感じですね。簡単にこんな感じで成り立っています。はい、それでは先ほどのフレームの知識を生かして実際に2択をかけていきたいと思います。まず2択がかけられる状態に持っていきます。先ほど話した、肘カウンターですね。これ高架差のとこ見てもらうと分かると思うんですが、プラ7と書いてあります。これプラ7フレーム有利です。プラ7、ボーナスフレームがあると思っていただいて結構です。さっきの説明だと19フレームまでなら相手の暴れに勝てると言いましたが、19フレーム以内だったら何でもいいっていうわけではなくて、この時必ず中断である必要があります。なので必ず2択をかける打撃は中断を使ってください。で、じゃあ実際に2択をかけていきたいと思います。じゃあなおのミドルをガードした後にタッチパンで暴れるようにしているので、ミドルをガードしたら肘を打って、先ほどと言うと16フレームの中断の長腕で、2択をかけていきたいと思います。こうですね。カウンター取って長腕ですね。もう一回いきます。カウンター取って長腕。はい。で、今のは打撃なんですけれども、相手が今タッチパンで暴れていたからこういう風に長腕で、浮いてくれたんですけれども、相手も人間なのでいつも暴れてくれるわけじゃありません。ガードしたりとかエスケープしたりすることもあると思います。その時ですね、投げます。カウンターで長腕打ってもガードされちゃいます。もう2択なので読み合いです。こういう時どうするかっていうと投げます。相手がガードする、防御すると思ったら投げる。暴れると思ったら、フレーム的に割られない技で打撃を出す。これが2択です。ではこれ16フレームの技じゃなかったらどうなるのかっていうと、21フレームの技でやっていきたいと思います。肘、これ前傾といって21フレームの技なんですけど、このようにタッチパンに開けちゃいますね。これでフレームが正しいことがよくわかります。ちなみになんですが、2択をかけるときは必ず、最速でかけてください。打撃と投げのどちらかを最速で仕掛けることが非常に大事になってきます。じゃあなんでこれ最速じゃないとダメなのかというと、2つ理由があります。1個はせっかく取った有利フレームが無駄になるからです。このようにプラ7もらったのに、このように仕切り直しになっちゃうんですね。で、せっかくプラス7、こちらでフレームをもらってボーナスもらったのに、仕切り直しになるのは非常にもったいないです。攻撃のチャンスを無駄にしてしまっていると同じなので、これはできるだけしないようにしてください。で、もう1個理由があります。
どんなに上級者でも最速2択を全部防ぐ術が存在しないからです。これはもうバーチャのルールだからですね。フレームにきちんとのっとった最速2択というのは、どんな上級者に対しても2択になります。電子が強羅心に最速2択をきちんと仕掛けても、それはちゃんと2択になります。どちらも防げるってことはありませんし、よっぽど偏ってたりとか、もうずっと投げてるとか、ずっと打撃出してるとか、そういうことでない限りは絶対に防がれるということは現実的ではないからですね。なので必ず最速2択をかけるようにしてください。ただですね、ずっとやり込んでいくと、本当に最速2択が大事なのかとか、本当にこれでいいの？全然当たんないけどって思ったりとか、疑問に思うこともたくさんあると思うんですけれども、よくある疑問点で、Q&A 形式でちょっと答えていければなと思います。2択が全部バレている気がする。投げても暴れられたりしゃがまれる。打撃を出せばガードされる気がする。これ皆さんがよく陥る状態だと思います。なんかもともと何つったらいいんですかね、運がなかったりとかそういう時もあると思うんですけれども、あまりにも続く場合ですね、2択が遅い可能性が高いです。私もあったんですけれども、ヒット確認をすごく大事にしようと思っていて、自分では最速のつもりでもヒット確認ばかり気にしてしまうと最速で動けていないことがすごい多いんですね。なので、改めて自分で見直してみたりとか、あと人に見てもらうのがすごくいいと思います。自分では本当に早いつもりでもちょっと遅かったりとか、それだけでもすごく致命的になるので、下にも書いてありますけれども、ヒット確認も大事だけれども最速で動くことを非常に大事にしてください。もうちょっと当たってなくても最速で動く方が私は大事だと思っています。次ですね、相手が最速で避けたりするので、それを待って遅らせたりとか入れた方がいいんじゃないですか。そうですね、これもよく思いつくんですけれども、もちろんですね、ダメージを奪うのがすごく大事なので、戦法の一つとしては理にかなってるんですけれども、最初の方にも説明しましたけれども、有利フレームを無駄にしてしまってるんですね。それってすごくもったいないことなので、せっかくその2択ということで2分の1でダメージを取れるチャンスを潰してしまっているので、個人的にはまたホームステイアキラ的にもね、あまりおすすめしないと言っていました。せっかくのチャンスはきちんと2択をかけた方が、効率よくダメージを取れるのではないかと思っています。全て今日説明させていただいたのは基本的なことなんですけれども、バーチャファイターってすごく目まぐるしく展開が変わっていくゲームなので、確実に最速で2択をかけるっていうのは上級者でもすごく難しいことです。なので簡単だからといってないがしろにしないで、確実に最速で2択をかけるっていうことをいつも意識して、上級者になっても重要なことなので常に念頭に置いておいてください。それでは今日は以上です。ありがとうございました。